はじめまして、今回のセッションのホストを務めます竹中工務店の松岡です。よろしくお願いします。建築情報学会のセッションでは、学びの場として月2回、様々な分野で活躍されている講師の方にリレー方式でレクチャーをいただいております。今回はコンピューテーショナルデザイナーであり、建築家として活躍されている ATLV 代表の杉原悟先生に講義いただきます。2回ありまして、1回目は2003年のアーキテクチャノンスタンダード以降のコンピューテーショナルデジタル建築家の潮流を建築家とその作品を紹介することで解説いただきます。それでは早速杉原先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。杉原です。僕はコンピューテーショナルデザイナーとして活動はしてるんですけども、今回建築士みたいな話、建築士というかいろんな建築家を紹介するような感じでちょっと気軽にやろうかなと思いましてお声掛けいただいたのでお話しさせていただきます。でまずはじゃあ画面共有させていただいて、資料を作りましたので、そこを見ながら、進めていこうと思います。でその資料の方はYouTube の、ディスクリプションの方にリンクがあったので見ると多分見れると思うので、そっちでもご確認いただいて大丈夫です。で今回、スタートっていうのが2003年から始める、基準で、特にグレッグ・リーンっていう建築家、デジタル建築の始祖みたいなに思われている人がいるんですけども、でその人から始めようと思います。というのも、僕そこで働いてたこともありますし、いろいろ、僕の中でも出発点であるので、そういう話から始めます。で、全体としても、今回と次回のざっくりした話をすると、建築家マップみたいな現代コンピューテーション系建築家マップみたいなの作りましたけど、今ちょっと100人くらいになっちゃって、後ろに、今日の解説、後ろもちょっと解説も、過去のことも解説してし、今は本当に現代、例えば先々週ぐらい、例えばベネチア・ビエンナーレですごい今話題の人とか、ここで出てくるような現代の話は、2回目、なので、それは2週間後にします。で、今日は、このグレッグ・リーンから始め、アーキテクチャノンスタンダード展から始め、してもらいます。で、いろいろ全体の潮流とか流れみたいな大きな話もあるし、小さい話もあるんですが、ところどころで話していきます。で、まずなんですけど、で、その、アーキテクチャノンスタンダード展って、何かというと、2003年にポンピドゥセンターでパリで行われた建築、展覧会で、ただ日本でもアーキラボっていう名前で森美術館に2004年にやってる派ですよ。で、あと、僕、アメリカなのわかんないんですけど、そこと、そっちの方が建築家を網羅していて、もっと長い歴史でもう50年以上もやってて、で、こっちの2003年の時は、ここの建築家10人ぐらいだけを集めたものです。で、それ、なんだろう、キュレーターはそのフレデリック・ミゲールっていう、21世紀美術館でもキュレーション、日本の建築家のキュレーションとかもしてる人で、だからアキラもこれですね、だから2004年やってたやつ。そうです。で、そこで、要はここの現代建築家でも、ノンスタンダードっていうのはそのスタンダードじゃないってことなんで、形が極めて、なんでしょう。有機的であったり、非対称であったり、いろいろっていうところが、ざっくりは入ってるんですけども、もうちょっとデジタル建築の始まりみたいなところも入ってきてます。で、あと々出てくるかもしれないけど、連続性云々も絡んではいるけど、直接的にはそこではないですけども、ともあれ、じゃあまずはそのグレッグ・リーンから始めるんですけど、でグレッグ・リーンそのアメリカの建築家で、もともと数学と哲学を学部で勉強して、修士で建築始めた人なのかな。建築家でもある、建築理論家としても、哲学者で、建築批評、建築理論としてもすごい、重要な人で、本をいっぱい書いてるんですけど、で、なので結構コンセプチュアルなプロジェクト多いんですね。だから最初、このストランデッドシアーズタワーって、シカゴの高層ビルをもぶった切ってビローンってしちゃったっていう、僕の中でところてんだと思ってるんですけど、そのカチカチのモダンをも解体したみたいなところがあって。で、そこから始まってんだけど、でもこの人の師匠っていうのが、ピーター・アイゼンマンで。ピーター・アイゼンマンっていう人は、そのグリッドの解析というか、なんでしょう、プロポーションの問題とかあって、それとちょっと関係があるんですよね。それをもっと、柔軟にしたもので。で、あともう一個重要なのは、このグレッグ・リーンっていう人は、この、デジタル建築をこの人が始めたというか、世の中に対してすごいインパクトを与えたのは、ニューヨークのコロンビア大学で、ペーパーレススタジオを教えてた時でして、でこの時に、まず、ベルナール・チェミがペーパーレススタジオにしてたから、もう全員コンピューターだと。もう建築全部コンピューターでやる。図面書かない。
っていうことにして、で、その時だから SGI とか、そういうシリコングラフィック SGI とか、まだその Mac PC っていう時代ではなかったんだけど、そういうのをもうみんな学び始めて、結構、なんでしょう。何もなんか、もう最先端のもんだから、地図がないままみんないろんなことをやってた時に、で、グレッグ本人も、その時というか、もうその前後に、シリコングラフィックっていうか、まあ 3D キャド触り始めてて、で、しかも別にその CAD じゃなくてマヤなんですけど、アニメーションソフトウェア、その当時はまだエイリアスウェーブフロントって名前だったかもしれないけども、それで、もう本人もそれに没頭したんですね。で、もう学生もだし。で、その時にいろんな中での手法をどんどん編み出していって、で、まあ、その中で初期の方のプロジェクトでカーディフ・メイのオペラハウスとか、まあ、これはなんか、まあ、フラクタルっていうか、ある形状、まあ、有機的な形状から始まってるのは、まあ、どっちでもいいとして、それをまあ、再帰でもないけど、まあ、繰り返し方、純粋にクラシックに反復するんじゃなくて、スケールを変えてどんどん展開して。で、まあ、この理論バックグラウンドが、生命の反復みたいな、生命体の反復の仕方みたいなのとか、あと、この時点でも建築の気持ち悪さについても話してるんですよ。なんか、すごいレギュラーなものはなんかしっくりくるけど、レギュラーなところにちょっとカグッと入ると、なんか気持ち悪いみたいな。でもそういう感情っていうか、人間に対するインパクトみたいなのも話してて、でも例に挙げてるのが、なんか、指が6本ある人とか、ちょっと結構すでにキモい話してるんだけど、っていう話とか、その時マヤの中でやっぱ、マヤってアニメーション、3D キャド、3DCG アニメーションソフトなんで、キャラクターを動かす機能があって、それにスケルトン入れたりするんだけど、それを建築に応用したものであるとか、それはもう柔軟性の話なんだけど、でもこの辺からパラメーターっていう概念が、やっぱり今パラメトリックデザインっていうのの最初の方に話をしてきた、この人が一番最初ってことではないとは思いますけども、結構それを主眼的に主張したのが、エンブリオハウス、っていうのが、なんかあるパラメータのシステムを作っておいて、それをパラメータ環境だったり、その中のプログラム、誰がどう住むのかっていうことを考えて、それといろんなのが出ますよっていうのを、こういう、まあ、住宅を提案したり。で、最初は住宅1個だけ提案したら、なんかみんな何も分かってくれなかったから、いろんなの出さざるを得なかったんですけども、みんなに伝えるために。っていうのをやってみたりとか。ホールディングアーキテクチャとかもグレックリンですか？そうで、ホールディング、そうです、そうです。ホールディングだからこの辺、もうちょっと早くから、もうこの辺からなんか、ホールディングっていう話はしてたと思いますし、そもそもホールディングっていう言葉はアイゼンマンの本からも出ているんで、すごい、これ。近代建築的にはピーター・アイゼンマンすごいレコンってイメージがあって、で、このグレッグリーンに行くときに急にこの有機的な形、まあ、アイゼンマンもやってるんだけど、この間っていうのはなんかちょっとこの前も先生とお話しして結構重要なところなのかなと思いましたね。でもそこにやっぱマヤっていうかテクノロジーの現れっていうなんだ、それを使い始めたっていうのがやっぱあると思うんですね。もちろん基本的なすっごい単純に言うとアイゼンマンをこうスムーズにしたグレッグリーンみたいな見方ができるんですけど、もちろんそれ以外のいろんなこともしていて、で、例えばこのプロジェクト、集合住宅の、外側に、ファサードですね、を作るプロジェクトで、この時に、既存の集合住宅に、階段を加えたりとかして、動線をもう一回設計し直すときに、グレッグはデザインをしてるんだけど、プログラマー呼んだんです。これ、確かベントレーマイクロステーションのプログラマーを呼んで、CAD のプラグインを作ってもらった。これをデザインするために、カスタムの。企業のプログラマーだったか、プログラムできる人は忘れましたけども、それだから、この時点ですごい適用的な、だから今で言う普通のパラメトリックデザインみたいな、もうガチでやってるというか、どっちかというか、プラグインから作るっていうのもやってるんですよね、人にやらせてますけど。で、っていうのがあって、そういう結構先見的なことをいろいろやっていて、で、なおかつ、本人なんか、理論家だから、すごい、よくコンピューターできる人にやらせてるイメージもあるかもしれないけど、マヤについてはこの人すごいマヤ使いで、しかも昔のマヤに強くて、今のマヤ使いなかったりするんですけど、で、だから僕が働いてた時もなんか、みんなが困って手一杯の時になんか急に登場してきて、よっしゃ、俺がやってやるって言ってきた。しかも、昔の SGI 持ち出して、昔のコンピューター持ち出して、昔のマヤ持ち出して、それでガーってやってて、で、マヤの内部の理解ってすごいんですよ、グレッグは。で、SGI のマヤって特にちょっと今と違って、中がユニックスな、SGI って Windows じゃなくてユニックスベースなんで、コマンドラインとか、もう本当コンピューターサイエンスみたいなことになってて、マヤも結構それにちょっと皮かぶってたから、裏ではすぐ見えるんですね。そこら辺も全部理解してやってて。で、グラスホッパーみたいなのも前にあったんですよ、大昔から。ハイパーグラフっていうのがあって。でそういうのも結構使いこなせるっていう、むちゃくちゃないと。で、
あとは、あとここ2つ並べてるのが、2006年、この2個のプロジェクトで僕が関わったプロジェクトでっていうだけなんですけど、ただこれ1個に関しては、左の方に関しては、セントサトのリゾート開発のコンペで結構大掛かりな、これ、フランク・ゲーリーとコラボしてるんですよ。だからフランク・ゲーリーが結構メイン建築家で、グレッグ・リーも入って、で、コンペのメインの主体は、ディベロッパーなんですけども、で、結局、負けて、ユニバーサル・スタジオに負けたんですけど、で、彼らが今、シンガポールにスタジオも建ってましたっけ、建ってる気がするけど、それ、なってて、でも、この時僕、このチームに入ったもんだから、フランク・ゲーリーの事務所にも行ったり来たりして、結構、いろいろ面白い見させてもらいましたけど。ゲイリーがその造船とか飛行機の、プログラミングの技術を、導入した頃よりちょっと前って感じですか？いや、ずっと後です。もうビルバーも立ってからもう10年ぐらいしてるし、ビルバーがどんだけすごいかっていうか、もうフランク・ゲーリーが世界的に有名になった後の話で。で、そうですね。フランク・ゲーリーとグレッグ・リー、仲いいですね。これ以前が多分仲いいはずで。で、仲良くなったね、よくね、2人っていうかみんなでヨット行ってたんですよ。僕は行ってないですけど、彼らが。で、ヨット仲間になって、グレッグヨット好きになりすぎて、グレッグ自分でヨットをデザインして製造もしちゃったんですよ。フルカーボン、すごいやつ。まだ調べてもらえばあるんですけど、それすごいですね。この人の建築量の昔からその流体力学に対する建築の設計。てか、ここら辺からじゃあもうちょっと、もうアイゼンマン話した方がいいんですけど、哲学のレベルで微分方程式とかやたら言い出し始めたのが、デリアじゃない、ドゥルーズの方ですけども、とりあえず、デコンストラクティビズムの中心の、てか思想のもとの、デリダとドゥルーズがっていうのは、近代科学が背景にある。それをすごく哲学に持ってきたところで、それにみんな影響されているところがあって、で、もちろんアイゼンマンもされてるし、で、そこをさらに結構その数学とか微分とか、微分積分、そういうこと、だから力の反応、流体反応、流体における形態の反応だとか、あとは飛騨運とかいろいろありますけど。そこそのジャック・デリダの、なんていうんですかね、とか、ドゥールーズの、バロックの飛騨みたいなものが、そういう近代的なものの、対立軸というか、そのデコンの次を担える可能性があるんじゃないかっていうことを、グレッグ・リンも、ホールディング・イン・アーキテクチャの中で言ってると思うんですけど、このノンスタンダードってくくってるのはそういう意味もあるんですか？ちょっとそれもあるんですけど、どっちかというと、やっぱりこのペーパースタジオのインパクトの方だと思うんですよね。そこから出てきたもの、結果。なので、ちょっと今お話したことは今、これからお話も出てくるんで、また話しますけども、なんですかね、なおかつその飛騨とか、建築家飛騨って言ったら本当に飛騨作っちゃうんだもんって哲学家が起こるみたいな話もあるんで、そういう問題もあるんだけど、それはまたデリダっていうか、そのアイゼンマンの方にもっと関わってくるんで、またお話しますけども、というか、グレッグに15分かけてると、今日50人漏らしないといけないんで、ちょっと到底間に合う。ちなみにもう一個、これもう一個作ったやつ、これで立ってないレストランですけども、外のレストランの、テラス席に、これデザインしようってやった時に、上にそういう格子を作るんだけど、下の影のデザインだけ渡されたんですよ。こんな影にしたいっていう。だからちょっと形考えてって言って。で、結局僕、この時確かパラメトリックに組んで、サーフィスをぐねぐね負けて、下の影を見ながら、この形ぴったり、グレッグのスケッチになったって言って出したら、本当なるんだねって言われてびっくりされたんだけど。で、それで、直にデジタル、展開してレーザーカットして、カチッと組んだ模型がこれなんだけど。だから環境っていうか、その結果から逆算するみたいなこともやってたんですね。で、それってライザー梅本がどっちかっていうと、よくというかやってることであって、ライザー梅本って結構流体、非線形流体力学がベースとかイメージ、インスピレーションとしてあって、で、水が流れたり雨が降ったりするとどういうふうになるかを逆算で形態を考える。だから、建築が環境に反応するメディアとしての建築。だからそういう流動性とか適応性みたいなのをよく、力のやつもありますけど、よく話される、もともとは話される人なので、それのった感じのものであったりとか、あともうちょっと後のプロジェクトで、グローブウォールって言って、ラピッドプロトタイピング、このデジタルファブリケーション時代はもう、カスタマイゼーションだから、レンガっていうのをもうカスタマイズできるだろうみたいな話で。だからそういう要素、オブジェクトっていう、オブジェクトって今回と次回結構キーワードっていうか、アンチキーワードなんですけど。で、そこ
みたいな話もちょっとしてて、ブリックがもっとね、楽しくなったっていいじゃんで、みんな技術でできるんだからって。で、それをさらに進展させたのが、だからこれ 3D プリントじゃないですか、これ、業者に使わせて、組むように作られてないんですよ。これ、切って貼ってるんですよ。でも切って貼るのロボットやるからいいじゃんっていう。最初の時手で作ってましたけど、てかその業者にロボットやらそうでしたらうまくいかなくて、最初は手で作って、後でロボットでやったんだけど。で、これに関して、その次に関してはもうおもちゃ屋からおもちゃ買ってきて、3D スキャンして、それ中でデジタルで全部、アグリゲートして並べて、で、ロボットが勝手に切って、組むのはまだ人ですけど、想定の中でもロボット。だからその全自動で、だからそういう周りのものをこう組み上げていけるじゃんっていう。で、オブジェクト線みたいに見えるんだけど、そこの話はあまりしてなくて。あと最近はもうちょっとインタラクションのもの。だからロボットは使ってるんだけど、その建物がロボットである。ロボットが家を作るんじゃなくて、建物がロボットで、その中に人が住むみたいなのも結構やってるんですね。で、そうですね。そんなのがありまして、でもただなんでこんな話をしてるかっていうと、アイゼンマンがやっぱ影響があって、で、アイゼンマンの方に関しては、ていうか、そもそも今回も時間の全体としてコンピューテーション系の重要な話は、みんな技術って、素晴らしかったり、先端的なことができたりっていう、背景というか、なんか信念みたいなね。楽天的に、未来いいね、技術いいねってあるじゃないですか。それって、哲学なり建築士いったら必ずしもそうじゃない。だからディストピアな世界だったりとか、もしくは、技術が悪者になる世界もあるし、技術なんか嫌だっていう世界もある。っていうか、そういう相対性はあって、でも、デジタル建築、コンピューテーション建築で、コンピューテーション素晴らしい、科学素晴らしいみたいな感覚がちょっとあるわけです。数学素晴らしいみたいな。で、それを否定する側じゃない。で、それの源流はどこにあるかっていうと、アイゼンマンもそうなんだけど、アイゼンマンの前に、コリーノってだから、アイゼンマンの師匠の建築批評家、歴史家が、コルビジュとか、パラディオとか、数理的に解析して、やっぱ数値なんじゃないっていう、そういうなんか抽象的な数の美しさが建築をしてるんじゃないって、さらにその元をたどると、これのさらに師匠の、ルドルフ・イトカワーっていう人が、またパラディオって言われて、してて。でも、さらにたどると、そのバロックとか、モルネサンスとか、その時代はもう数を信じる人たちがいるんです。だからこれは別にずっとある流れで、その数に対するてか科学に対する楽天的信念みたいなのが、後々まで続いてるんですよ。だから、ロボットいいね、AI いいねみたいな、ずっとそういうのがあって、それっていうのは、すべてのベースってあるっていう、ちょっとあるので、ここら辺が一個重要なこと。で、ちなみに、後々、次回その反対側が出てくるんですけど、その非科学の方。それを僕はオブジェクト系の話なんですけど。で、ちなみにグレッグとライザーメモとは、だからペーパースタジオの講師だったわけね。教えてた最初期に。で、この辺の話って、東大の平野さんが博士論文でまとめられてて、ペーパースタジオから、オブジェクト経営に流れる話っていうのをされていて、そちら、多分ネットを探すとあるので、ご覧になるとまた理解が深まるというか、ここでもその流れは見えるんですけど。ただ、その話にすると、なんでしょうね。その科学に対する信念のもう一個のバックアップはやっぱり哲学、だからデリダとドゥルースで、でもそこがなんで建築に来たかっていう話はまた面白いので、一応エピソードとして話しておくと、アイゼンマンですけど、ピーター・アイゼンマンって、パークラービエって、これチミがコンペで勝ったやつ、OMA とかもコンペ出してて。で、勝った後にベルナーチミが、これさ、公園作るけど、デザインしたけど、ちょっと庭の部分、ガーデンの部分をデザインしてほしいってピーター・アイゼンマンに頼んで。しかも、ちょっと知り合いに哲学者いるから、デリダと庭を作ってほしいっていう、無茶なことを言って。もちろんだからこの辺がもちろん思想のことは話してるけど、知り合いではなくても、こっちは先に知り合いで、一緒に作ったんですよ。で、庭を作ってくれと。で、植物は置かないでくれ。植物がない庭を作ってくれ。っていうことでやって、延々と2人で議論しながらやってって。で、それを作業した後に、デリダが、それに関する論文を書いた。思想的背景を。で、それを読んだ、フィリップ・ジョンソンが、なんか、新しいことになってるってなって、モマで展覧会やってって言われたんで、じゃあそれでやりたいって言って、それがやったのがこのディーコンストラクティビストアーキテクチャっていう、だからデコンが建築が始めたのがこの展覧会なんですね。で、ここに入ったのが、アイゼンマンとチミと、
今回図を見るとすごい影響力があるんだけど、ザハと、すごい影響力ですね。あとクールハウスと、あともうちょっと、フランゲーリ、モーシス、あとクープヒメルブラ。で、これで、デコンが始まるっていうか、もう、なんかがっちりできたっていうか、時代が変わったんですよね。でもこの前にポストモダンがあって、マイケル・グレーブスとかが。で、それが、これで、潰されるっていう。てか、アイゼンマンは潰したがってる。それを、が起きたということで。やっぱり、インターナショナル展もそうですけど、展覧会って大きい役割を果たしてますね。そうなんですよ。だから僕、今回、ノンスタンダードもそうだけど、何かしら、あともう一個あって、それをまたお話ししますけども。で、グレッグ・リンがコンピューターでデジタル始めたって言って、一般的には思われてるし、そうなんですけど、ただ、アイゼンマンもやってはいて、でここのバイオセンターって言ってる、ちょっと、形がフラクタル。で、よく見ると、これDNA のシンボルになってるんですけど、これって DNA のシンボルをフラクタルにしてるのがあって、これってもともとは、当時教えてたどっかの大学のスタジオでこういうことをやっていて、で、そのスタジオやった時にアイゼンマンが、もっと CAD 作ってたけど、コンピューター系に強い建築の人のクリスタリーして、この人は後に FormG という CAD ソフトを作る人なんですけども、この人と共同で教えて、その時にこれが出てきた。で、これが出てきたのの、さらにこの人がそれに参照したのが、MIT の、この人がやってたシェイプグラマー。で、シェイプグラマーってL システムみたいな感じで形が形を生むっていうか、形を置換して違う形になってさらにっていうことなんで、その再帰的なやつをやってたのが、これで。で、だからもうこういうことやってるんですよ。だからこのアイゼンマンの時点で。で、そこからドローイングレベルでこういうグリッドの操作みたいなのがどんどん起きてて、最初はだからグリッドの解析とか比率の問題でこういう、インターセクションとかハウス1、2、3、4か、点もいっぱいありますけど、やってたのが、もうちょっとこうグリッド操作になってきて、で、ここまだドローイングベース。でも、ここら辺からね、アイゼンマンのところに CAD が導入されるんですよ。そしたら急にこのフォールディングって3次元の折り方が始まったんですね。で、この頃から、ちょっと、連続性につながるかもしれないけど、3D CAD が入ってきたくらいから、立面だろうが平面だろうがもう全部折っていくみたいになってて、だからちょっとずつ、だから天井と壁と床の扱いが同じになり始めてるのが多分こういうのが影響あるんじゃないかなと思っていて、その後今いろいろアイデアもあるという話。で、あともう一個だけアイゼンマンについてすごい重要な話があって、それっていうのが、アイゼンマン一回ね、これ、ものすごい喧嘩してんだよ、公に。その相手が、クリストファー・アレクサンダー、パターンランゲージ。っていうのが喧嘩的ですね。もう完全に喧嘩で、放送禁止用語出るぐらいのしがってるやつで、で、文章残ってるんですけど、で、ハーバード、どっか大学でなんか講義してた時に、もう、だからその人、もうこの人はもう超大御所になってる時で、サンフランシバークレーの方で教えてる時で、東海岸の大学に講義をしてきた時には、あとシンポジウムみたいでちょっとやってて、その時だからアイゼンマン若手なんです。で、アレクザンダーの方ってパターンランゲージだから、で、パターンランゲージ、きっちり、理解してないですけど、僕デザインパターンの方はコンピューターの授業できっちりやったんだけど、要はだから、世の中の建築、歴史の建築を観察して、こういうパターンがありますよ。こういうタイプがありますよ。で、そういう仕組みになってるでしょっていう、数え上げた。で、だからもう一回こういう組み合わせになればいい建築ができるでしょ。で、何を喧嘩してるかっていうと、ただ、その後晩年の方のクリス・アレクサンダーって、結局いい建築って感情に訴えかけるものだっていうことを言っていて、そう、ずっとフィーリングって言ってるんだけど、フィーリングが問題なんで、いい建築フィーリングみたいな。でもその基礎要素がこのパターンだ。で、この、晩年の方だから16個15個のパターン、これが基礎なんだみたいなことを言ってるんだけども、で、アイゼンマンが、僕はいい建築を作りたいわけじゃないと。僕は、新しい建築を作りたいとは言ってないんだけども、その可能性を広げたいんだと。だから、感情は置いといてもいいと思うし、別になんなら不快な建築を作ってみても、それがなんかデザインの世界を広げられるんだったらいいじゃんっていう話をしてて。で、そこにもう、あれだから少しも受け入れられなくて、それはありえない。お前らみたいなやつが世界をぶち壊しにしてるなっていう感じでもう罵り合ってるんですけども。でもそれって、アイゼンマンってシンタックスをいじってる人って言われてて、シンタックス、当時。だからシンタックスと
セマンティクスが対立するんだけども、意味論と。で、アイゼンマンは、アイゼンマンだからその科学好きな人だ、哲学でもそうだけど、ノーム・チョムスキーってその言語学者、計算言語学者だったりするんだけど、その人のシンタックスとセマンティクスで話して、僕はシンタックスを追求するみたいな話になってるんですけども、で、僕の理解ではコンピューター言語、コンパイラーとかのシンタックスとセマンティクスの理解になっちゃうんだけど、要は文法に近いことですね。で、コンピューターの方で、例えば、文法っていうのは、だから、y イコール x 足す a みたいな。それが、イコールは1個しか入れちゃいけないし、足し算はしけないし、変なところにかけない入れちゃいけないし、そういうのがある意味線形であるってことですかね。いや、線形である必要はないんだけど、その、決まりだからグラマーして、だからボキャブラリーがあって、どういう操作があって決まってて、それどうする。でも、意味論っていうのは、その中身の話をするんですよ。で、だから例えば、1たす2イコール3と、4たす5イコール9って、式としては同じじゃないですか。でも意味論の世界でそれってそれぞれ違うじゃんっていう話だったりするんですよね。コンピューターの世界で要は3たすリンゴってやっちゃダメじゃんっていう話をするのがコンピューターの意味論だけど、そのでも要はその意味ごとの違い。でもシステムを作りたい人はその固有のパラメータは考えたくないです。システム全体を考えたいとか。でも固有値を考えたら違うじゃんっていうか、その考えないとデザイナーダメだよねって言ってるのがセマンティクスの人たちだったりして。で、そういうこの対立思考っていうのは後々まであるんですけど、で、固有値っていうのは所要とか条件だったりするわけですか？そういうところもありますけど、だからその得意性、スペシフィシティの話とか最近よくされるから、そういう話だとか、シンギュラリティはシステムの話がちょっと違うんだけど、そうです、ところがあって。で、これっていうのは、僕の中で、その今回、次回、この点々のマップのすごい基礎的な流れっていうか構図があって、それっていうのが、人文対科学なんです。人文と科学がちょっとね、一緒になってないって、ちょっとこっち行ったりあっち行ったりしてるのがこの全体になってて、で、科学の方がやっぱりこのアイゼンマンだったり、こっちのデリダだったりするんだけど、で、クリストファー・アレクサンダー科学者だしもプログラム書くけども、ちょっと言ってることがちょっと意味論の方によって、ちょっと人文までいかないけども、ちょっとそっち側で。で、それっていうのが、次回話すときも最終的にどこに行くかっていうと、だからデリダ、科学的なデコンのデリダから始まって、最終的に今、世の中が行こうとしているのが、この人なんで、グレア・パーマンのオブジェクトの世界ってやっぱりもうちょっと、だから人間じゃないけど、もうちょっと人文的な考え方ですね。科学っていう、科学の人間中心主義を批判してる人なんで、もっと世界は平等である。世界っていうのが人間だろうがなかろうが。我々がいなくても世界は存在するみたいな。っていうのもちろん、セマンティクスをもう一回、システムにしようとしてるのがオントロジーってところもあるんで、もちろん、科学的なこともあるんですけども、でも全体としてこの左上から右に下に行く流れ。で、ただ問題なのが途中で、グレアム・ハン別にその科学は否定しない、何にも否定しないし、だけど、全体の流れとして、科学をちょっと否定する感じの方向もあるんです。で、要は、コンピューテーション系、技術系ってトレンドだったんです。ちょっと前まで。でも、その世の中のトレンドとしては、今、オブジェクト系が来てるんですよ。で、それで、乗っかってるところもある人もいるけども、で、それをおかげで減衰してる部分もあるけども、そうじゃない人たちがこの真横に行ってる人たち。これが、今まだちゃんとコンピューテーションやってても、でもちろんそれぞれいろんな影響を受けてるんだけども、なんでしょうね。それぞれまだいろいろできることがあるし、いろいろ面白いことがある。で、まだその科学に対する楽天性は結構みんな持ってるというのが今回のコース。で、平野さんだからこれから左から右下に行こうとしてる人なんで、僕は右に行き続けようとしてる人なんで、そういう対立もあるんですけど。そういうところが。で、こんな感じ。で、あとは、ノンスタンダードアーキテクチャ入ってる人たち、さらっと言うと、アシンプトートはもう一人、そのコロンビアのペーパーレススタジオで話してた人で、教えてた人で、もうちょっとバーチャルなものだったりとか、本当に流線形、バーチャルなものをやってる人で、一個一個やると時間かかっちゃうからさらっといきますけども、知名度低いですけども、てか実作少ないから、で僕はここでも仕事してた時があって、で、こっちでも、この当時にしては結構複雑なデジタルモデル作ってるんですけど、有機的な形の住宅作ったり、
コルビジュのドミノ住宅をデジタル化することをしてみたり、でこれはコンペでプラハの、コンペで、僕、このモデル僕作ったんですけども、ファサードモデルで 3D。これ 3D プリントをしようとしたら外注できなくて、トンメインのところにちょっとプリンター借りてきてって言って、僕がいておかげでトンメインの事務所入るきっかけになったんだけど、でこれを、これはいいんだけど、これ、コンペ、展覧会ってまとめてみるとそれぞれ面白いし、時代のターニングポイントになるんですけど、コンペも結構あって、このプラハの図書館もう一個、結構そういう感じだと思っていて、それ、他にも出してる人が、グレックとか出してないけど。黄色がコンペなんですね。そう、黄色、オレンジのところがコンペ、これ。あと、オーシャン、これ、後で話しますけど、あとその現在のロボット建築につながる、アキーム・エンゲルス、シュツットガルト大学が参加してるやつがこれで、あの人オーシャンと関連してるから。で、そういうのがあったりとか、AD マガジンの表紙になったりもしてますけど、あと今日ちゃんともうちょっと話したいトム・ウィスコムとか、この人はなんかデジタルからそのオブジェクトに行ってるんだけど、なんかバランス感覚がすごい人で、で、この人がこういうなんか山みたいな、ダグマ山みたいなやつですけど、で、ただこの時にね、勝ってるのが、これちゃんと立てるコンペなんですよ。チェコの、プラハの図書館を。で、その時に勝ったのがね、こともあろうかなのか分かんないけど、フューチャーシステム。これ勝ったんですよね、このアメーバのお化けみたいな。そしたら住民大反対されて、もう建てられてなかった。で、何度も選挙というか、もう大問題になって建てられなかったんですけど、そういうのがあったりとかして、そういう時代、2006年。で、あと、ダグマ、あと UN スタジオ。UN スタジオはトポロジーですね。だからこういう滑らか、結構数学的な局面、幾何学みたいなのをやるのがずっと得意だし、で、一回ね、グレックとね、コラボもしてるんですよ、これ。ユーロ、セントラルバンク。これはコンペなんですか？実施ですか？これコンペですね。で、勝てないですね。で、この、なんかトポロジーなんか集大成みたいなのが、ベンツ美術館だし、あとこの、オランダ、バスターミナル、駅のやつで、これ、大昔にできてたんだけど、全然こんなん建てられなくて、最近やっと建った、2015年ですけど、建ったやつで、っていうのが。でも、ここにまた、セシル・バウムがまた後で出てくるけど、関わってたりとか、いろいろ繋がってる。で、ノックスは最近聞かないけど、アメリカで教えてるんですけど、オランダの結構、この当時は本当、すごい、こんな形立てたやついなかったから、すごいかったんですけど、結構先進的な、有機的なものの結構先駆みたいなところがあって、カス・テンハイスは、この人も結構ね、最初の頃にパラメトリックなデザインで考えてるんですよ。これ、もうもこっとしたやつが、高さ、幅のこの曲率みたいなのが、パラメータというか、制御点で決まってて、それで変えたら好きな住宅作れるよっていう、コンセプトなんだけど、そういうのやってるし、超 SF なパビリオンも作ってるし、あと U2 タワー。これU2、ミュージシャンの U2 がスタジオを新しく建てるんでコンペやったのがあったんですよ、2000年。で、その時に出したやつとか、で、これもね、また後で出てくるけど、別の人が作ってて、ヘルナン・ディアザロン、これ最悪の学長ですけど、この人がね、で、この人はグレッグ・リーンの教え子なんですよ。で、だからグレッグ・リーンってちょっと気持ち悪い感じあるじゃないですか、バランスっていうか、ゴデッアグリーネスっていうか、ちょっとなんかね、プロポーションがゴデッとしてて、そこなんかエレガントって感じは全くないです。で、そのエレガントじゃなさをさらに進めて、ちょっとグロ方向に行った感じのイメージがあるんだけど、もちろんいろんな、ことはされていて、で、しかもこの人、このグロい感じはあるんだけども、ちょっとね、少しエレガントなところあるんですよ。で、エレガントとか、なんか伸びやかなところとか結構あるじゃないですか。その生命体だけど結構ピヨンってこうね、最終的になんかいい感じに溶け込んだりとかしてて、で、そういうところっていうのはね、僕個人的に思ってるのは、この人ね、グレグリの教え子だけども、一時期、エンリック・ミラージェスとかで働いてたんですよ。働いてたのかコラボしたのか分かんないけど、この人のね、ドローイングって大好きなんですけど、だから直線で R がね、すごい綺麗でね、この人、だからフォントまで綺麗なんだけど、この感性っていうのはすごい、僕は好きだし、で、そういうのがちょっと変な影響されてるのかなって僕は思ってるんですけど、とかこの公演と。フィーリングが入ってる。いや僕はね、合理性の話だと思ってる。エレガンスは合理性から来ると思ってる。僕個人的に思ってるんで、で、だから公演とこの PS1、ニューヨークモマの PS1、コンペティションで、これもこ
これ毎年やってるニューヨークのモマでやってるコンペティションで、若手建築家のその年、なんだろう、勢いづいてる人を呼んでやるコンペティションで、一回勝った時やつで、で、この PS1 を歴代見るとすっごい面白いんですけど、それはまたいっぱい出てくるんで、また出てきたら話しますけども、とりあえずヘレナンがこう、ユーツタワー、こんなモンスターみたいな、ちょっとムーミンっぽいと思ってるんだけど、こんな提案してみたりとか、で、があって、あとデコイアーキテクスって、この人 MIT で教えてるんですけども、現代建築家だし、こういう、局面的なものを結構早くからやってた、フランス人だからちょっとそのフランス的なエレガンスはちょっとあるんですけど、ただこの人一番、僕個人的にすごかったのは、このインタラクティブ建築を最初というか超初期にやってる人、これ、すべてのノードが動くんですよ。アクチュエーターの中に、リニアアクチュエーターが中に入ってて、ジャコンって入ってて、この金属のパネルがパカって、パカっていうか、前にいたら後ろに引っかかるのですごい動くんですけど、もちろん、俺、現物見たことないですけど、ビデオで見るとね、音がすっごいうるさくて、怖いんですよね。刺さりそうなんです。こっちに。でも、とりあえずこんなん立ってた人いないし、どっからこの予算出したのか知らないけど、これやって、で、動く機械ものってそこ壊れかな、ジャンヌベールのアラブ研究所みたいに、あれもそこぶっ壊れたんで、これもそこぶっ壊れたんですけど、ただこういうのがあって、すごいし、今もちゃんと教えてますけどね。あとは、これ、RRG って僕読んでるけど、アーズィって呼んでるのが、これ日本で東大で教えてた、キウさんが結構働いてたところですね。だから、彼に聞いたらもっと詳しいと思うけども、この人、アバターからして変というか、金棒っていうか、これもモーフィン、フランスはロシアがメインの男の人で、女の人、パートナーの、前のパートナーというかするんだけど、モーフィンかと思ったら、そこはかなりアバターだって言い張ってて、こういう、雌雄同体みたいなのを使ってて、で、この人も、やっぱりビジョナリーっていうか、思想っていうか、もちろん未来的な思想がすごい強くて、ただ、やっぱ生命的なところがあるのと、どこかちょっとキモい感じ、いい意味のエマーションじゃなくて、ちょっとグロい感じがあって、でも生命体感があるんですね。雌雄同体っていうのはそうですね。そこら辺から始まってるんです。でもただ考えてること結構面白いことを考えてて、ここは例えば、この緑のやつが、ロボットが美術館の裏にいて、で、フランスっていうか、やっぱり、ワインの消費がすごいじゃないですか。だから、ワインの瓶のリサイクルって大問題だっていう話があって、そこでじゃあ、ワインの瓶をちょっと溶かして、こういう長細い、レンガにしよう。レンガにして、ロボットがいつも置いてある。で、いつも立ててると。だから、すべての廃棄された、ワインの瓶を廃棄して、リサイクルして、ここに全部ブロック置いて、こいつが年がら年中作ってりゃいいじゃんっていう、結構先進的な考え方してて、でもこれ本当に、だから今だったらできそうな気がするから、作り続ける建築ってことですね。そうです。別にブリックにしなくてもワイン瓶並べてもいい気もするんだけど、これ、いや、すごい、それをこの時代に考えたのはすごいなと思うし、その先に3D プリンターが、生命体としてうようよ動き回ってると。3D プリントして、その上に乗っかって、どんどん、またここら辺だからイメージとしてはアリの巣なんですけど、ただ、ここの触手みたいなのが 3D プリンターのつもりなんですけども、こいつがプリントしていくと周りからわらわらやって作ってっていうのを結構前から考えてて、でそれ日本で日本の美術館で建てちゃったのがありますけど、十和田港美術館ですか。これ世界他にないんでね、これなかなか建っちゃうのすごい、すごいし、そのキモさは十分にある。あとこれとかはもう、これね、美術館のつもりなんだけど、これどうやって美術館にするのかさっぱりわかんないんですけども、ただわかんないですけどね。かっこ僕ずっとね、耳の穴だと思ったけど、これ銃弾で撃ち抜かれた後みたいですね。そういう、これが美術館。を銃弾で撃ち抜いた後みたいです。でも、って言われてみると、ターミネーターの液体のロボットが確かに。あれのイメージなのかなって思うんですけど、ただ、これに関してはね、結構エピソードあって、このクライアントの息子、僕、知り合いなんだけど、いいや、時間ないんで飛ばしますけど、すごい面白い話があるんだけど、話せないので、聞きたい人はまたどっかで読んでください。で、ここら辺が、あとサーボ。で、このサーボは、で、この左上の人、右の人もUCLA で教えてたので、僕、結構この人の授業を取ったんですけど、この人はグレッグリーの教え子なんですよ。で、コロンビアのペーパースタジオで生徒だった人。で、生徒で、その後、で、今日、大体今から話すのは、グレッグ・グリーンの後の世代、次の世代、グレッグ・グリーンが教えた生徒が結構、ロサンゼルスに集結したんですね。ヘルナもそうだし、で、マルセロとトミースカも違うけど、マルセロは、
ライザー・メモトの方だと思うんだけども、まあでもコロンビア、ポストコロンビアてかコロンビアの卒業生たちで結構ロサンゼルスが固められてて、で、その時に僕はまあ建築を学んだから思いっきり影響されてるんですけど、で、このサブの場合は、グレッグに比べてもうちょっとなんだろう、直線が増えるんですよね。てか、まあもうちょっと、なんだろう。まあ僕は、もう合理性が増えるところがあって、まあ結構僕も好きだったのです。ただ、このサーボってグループは、そのユニット建築家って、まあ、流行りとしてもあったし、まあいろいろいるじゃないですか。で結構今バラバラになってて、で、こっちのマルサリン側は最悪で教えてるし、南カリフォルニア建築学校で教えてるし、こっちのヨーロッパ部隊は、間違うところで教えてるしっていうのも、まあバラバラなんですけども、だからこっちの、しかもで、左上の人、デビッド・アドマンは、一時期香港で教えてて、で、香港の時はもうハーブを抜けてる感じで、なんか単独でデビッド・クローバーって、これはまあ、当時の奥さんなのかガールフレンドかわかんないですけど、まあ、香港の人とやってて、で、まあ、クローバーも、UCL で教えた先生なんですけど、で、まあ、その時にね、ケイシー・リアですね、コラボしてたりとかするんです。ケイシー。ケイシー・リア。今日ここまでわかんないけど、まあ、ケイシーって、まあ、プロセッシングをした建築家じゃないですけども、まあ、コンピュテーションの結構別の起源の一つの人と、まあ、僕は考えていて。まあ、とりあえずこんな感じで、このアーキテクチャのスタート点があって、だからここからどういう人がまあ派生してきたかっていうのを言うと、まずヘルナ今ちょっとざらっと話したので、なおかつこの後の方また面白いんですけど、この人、立ててはないですよね。で、最悪の学長に、なったし、で、まあもちろん忙しいし、で、そもそも最終的にその僕の話で、なんだろう、こっちの建築科学系の方の対立の方のグレアム・ハーマンって、この人、最悪に雇われてる、最悪の教授なんです。なぜか世界の先端というか流行っている哲学者が建築学校にいるんだけども、でその人雇ったのはこの人だし、まあ、その理由は次回の時に話して、キーパーソンこっちにいるんだけど。で、まあでもただこの人の中ではそれなりにね、デザインを発展してて、で、多少オブジェクト方向に傾向してはいるんです。でこの辺まではなんかちょっとね、グロイ系、もちろん適用性みたいな話はいっぱいしてるわけですけど、いや、あんまりしてないかもしれない。でもとりあえずあったし、あとスタイルとしては流行りとしてなんかこの、有機的な形状、流線形の形状に埋め込まれたその道であるとか階段とかってすごい流行ったんですけど、この人がやった後くらいから。でもただそれからちょっと、なんか最近、これグーケンハイム・ヘルシンキもコンペの見ると面白いやつですけども、最近の。で、ちょっとね、オブジェクト感が出てきた。それとか、それなりに流れというか、みんなちょっと影響されてる。で、マルセロ・スピーナー、で、この人とヘルナーって、どっちもアルゼンチン人で、アルゼンチンでコロンビア行って、ロサンゼルス教えて、そういう人がね、結構、他にもいるんです。で、アルゼンチンギャングって言われてて、まあ、この人がね、本人ギャングっぽい人だから、マフィアだ。アルゼンチンマフィアかな。そうそう。葉巻吸ってますもんね、これね。葉巻ステーションに学長室になんかしないけど、水牛の角とか、頭蓋骨が飾ってあったりするんですよ。怖いんです。怖いですね。怖いです。まあ、いや、いい人ですけど、まあ、頭いいし。で、まあ、マルセロは、まあ、ちょっとデジタル建築みたいな方を始めつつ、でもこの人結構最初はね、ねじる建築をすごいしてたんですよ。で、ただ、ねじる系って結構ね、途中からみんなやっちゃって、なおかつ、ザッハなんかもねじるどころかみたいな話になって、どんどんそれが立ってると思うんだから、まあ、ねじるのはちょっと控えて、でも、だから最近ちょっとオブジェクト感が出たみたいなところがあるんですけども。で、トム・ウィスコムなんですけど、トム・ウィスコムってまたそれとは全然別の系統から来てる人で、この人はコロンビアでじゃなくて UCLA で、しかもこの人、UCLA 出たのが、これね、UCLA の修士政策なんですけど、2001年。僕、学校入ったの2003年の UCLA に入ったのが、これ結構みんなが尊敬する先輩だったんですよ。なんか成功した先輩みたいなイメージであって、で、まあ何がすごい成功してるかって、まあ、PS1 勝ったっていうのがすごいですね。だからアメリカ、まあ世界でもそうだけど、その若手の一番来てる人が勝つのがこれっていうイメージだったんで、もうなんか、すごい、先輩すごい。で、結構学内にも卒業だから、この卒業制作の図面とかね、貼ったりするんですよ。で、すごいかっこいいなと思ってて。で、写真もすごいですね。で、これもね、ねじる系、本当はねじる系なの。この写真ね、この人ね、モンツァルトじゃないけど、エピソードが一つ、まあ、時間ないから、手短に言いますけど、ロサンゼルスにね、アカディアって建築技術学会、アメリカの大きなのがあった時に、ロサンゼルス開催した時に、なんかツイッターで、今回ロサンゼルスで一番なんかロサンゼルスっぽい建築見たのが、トム・ウィスコムの髪型だわって言われてて。
LA だった。この話聞いたらそう見えちゃいますけどね。それだから LA 建築家みたいな。はい、で、この人だから、これって、だから僕個人的にはすごい好きで、だってこの人の作品は結構好きで、で、ちなみに一個言い忘れたんですけども、今回画像の全部ネットから持ってきてて、ミロに貼ってあるのは全部リンクがついてるので、参照したい方はここにやると元の画像、元文で見てください、リンクから。で、これはだからすごい好きで見て、で、これとかもなんか SF チックじゃないですか。ちょっと飛行船じゃないけど、マクロスみたいですね。そうですね。だからそういう感じがあって、ただ、なんでかっていうと結構、だから僕の中での理由は、これ、なんかあるだろうなと思っているのが、この人もともと働いてたのが、クープ・ヒメルブランなんですよ。結構長く働いてる。もう ECA 来る前から働いて、卒業した後も働いてたんだから、これのプロジェクトがこのプロジェクトがやってて。で、クープって、もちろん、デコンの代表の一人だけども、だから無意識のなんか、なんだろう、脱構築なんだけど、でもあるけど、でも、ウルフプリックスがやっぱり時々言うのが、なんか、俺はなんか雲の建築を作りたいんだみたいなこと言うことがあって、だから冬、してたりとかしてね。っていうんで、実際こんな雲っぽいのを作ってたりもするんだけども、ただ、浮遊感っていうのはやっぱ結構大きなテーマだしたって、やっぱなんか浮いてるんですよ、なんか常に。てか多いんですよ、そういうのが。ヒメルブラの建築って。なるほど。で、トム・イスコムって結構そうなんです。結構いろんなものが、ね、浮遊感。浮いてるんですよ、地面から。ほぼ必ず。なんかこう、地面に上にある。割れたっていうか。そうそう。だからその飛行感とか浮遊感とかいうのはそういうところがあって、と僕は思ってるんだけど、でも本人はその話は別の理由でするんですけど、最近は。それはオブジェクトっていうか地面と建物の関係なんだ。建物が地面に吸収されない。建物は建物はなんてちょっとちゃんときっちり話すみたいなことをするし、で、これさらっと見るとなんていうかな、流れとしてSF とは言えないけど、デジタル建築のこれひねる系からカクしてるかと思ったら、ちょっとここら辺がね、ボロノイっぽくなんですよ。で、バイオミミクリーボロノイって、この人すっごい早い時からやってて、しかも一時期事務所名エマージェントって呼んでて、エマージェントアーキテクツかエマージェントっていう事務所になってて、もうボロノイ結構初期の方ものすごいやってる。でもなんかみんながやって飽きられる前にやってる。で、だからこれもその割り方とかボロノイだし。で、なんていうか、成長していくっていうか、エマージしていくイメージってことですよね。だからその構成ですよね。コンポジションが適応的になってるっていう話、セルフオーガナイゼーションで、そういう今で自己組織化的な。そうです、そうです。で、そういうイメージというか、コンセプトというか。で、ただ、その後、もう一歩進んで、スウォームと合体したりするんですよ。で、ボロノイ的なものはあるんだけど、ここら辺からスウォームで、ただ、ここはスウォームはコラボしてて、コラボしてる相手が、スウォームの、最初とか先駆というか、一人で、いまだにスウォームとか、スウォームっつったらこの人みたいな、ローランド・スヌープスが、手伝っていうか一緒にやってて。で、この人は、それを、この人もこの人もという方、この人は A 出身だかなだと思う。で、だから、で、その後も U ペンで教えてとかしてるんだけど、で、そこはセシルから始まるんだけども。でも、ここら辺から、だから時代に合わせてね、すごい変わってるんですよ、トム・イスコムって。で、この時はスウォームだし、でもその後、ここら辺からね、オブジェクト化が始まるんですよ。でこれまだちゃんと浮遊感あるんですけど、プリンスとか下はバンって浮いてるところに、オブジェクトがポンってやってて、だから、オブジェクト系ってオブジェクトが主張するというか、次回出てくる人だけど、デイビッド・ルイっていう人が、建築っていうのが機能的になり、連続性的になり、環境に溶け込んで自然になっていくと、建築がもうなんか、環境の一部で、なんか、面白くなくないっていうことを言ってる。面白いっていうか、だから、昔持ってた建築家、だから、ルネサンスであるとか、もっと昔の建築家持ってた力、教会であるとかね。建築は力を持ってた人間に対して。それが失われちゃうんじゃないかっていう話が、グラマ・ハーマンを建築に持ってきた理由っていうか、紹介したのは、結局その人だけど。それはすごい大きいことだと思いますね。なんか、環境から形を作っていくのか、もともと何かあったものを環境になじませようとするのかって結構設計態度としての違いですよね。だからオブジェクトはオブジェクトでちゃんと、アイデンティティ持たせてあげるよ。そんな単純な話では多分ないんですけども、そういうのがあってこういう形態、
一部、建物の一部だけど、それ自身も主張するっていう、それにさらに発展させたのは最近、トミスコンこういうのやってて、プラモデル建築みたいなのやってて、これってだから部品がね、だから一緒の部品が繰り返してないんですよ。部品みんなすごい違ってて、もちろんだからそれは合理的じゃなくなっちゃうんだけども、だからパネル割りにしても、途中でこうギザギザに割ろうとするのは、いや、このパネルとここの場合それぞれ違うパネルさんだから、もうみんなね、一緒になるけど、でも、それぞれちゃんと見てあげようっていうか、主張させてあげようみたいなところが、主張としてはあって。で、そういうオブジェクト方向の傾向。ね。でもだったらなんでここ連なるんだろうっていうのは個人的に思ってるんだけど。全部違うけど、最後は一つの立体になるわけですよね。だからしなくていいんじゃないかっていう気もしないではない。そこら辺はね、いろんな議論があるんですけど、とりあえず、でも、ミスコもこういうふうに進化していて、で、だからオブジェクトの傾向はしてるんだけど、すごい根底の本人の僕の好きなエレガンスは保たれてるんだけど、で最近実作増えてきてるんで、住宅とかできてるんで、ちょっと面白い、期待してる建築家です。で、ここら辺までが、グレーグリーン直後の建築家、で、時間がね、だいぶ押してきて、本当はあと15人ぐらい話したかったんだけど、あと数人話しておきますけども、でちなみに、この流れにちょっとそぐわないけども、デジタルでちょっと需要というか、ちょっと一時期とか、今もいますけど、いた人で、カール・チューって人はね、すごい変わったというかな、コンピューテーション、デジタル建築が流行ってる時にコンピューテーションやってた人。要は、グレッグ・リンと同時ぐらいにシリコングラフィックス、コンピューターを触り始めたんです。で、グレッグ・リンはもちろん思想的なものとか、アイゼンマンの建築設計手法とかもいろいろあるから、それをさらに発展させるために前を使ったけども、カール・チューっていう人は、もうプログラミングにいきなり行っちゃったんです。建築家なんだけど。で、行っちゃって、で、アルゴリズムをひたすらいじるって、これ、L システムで多分メッシュ作って、メッシュを割って、だから、リカージョンに近いんだけど、そういうのを、グレッグ・リンがマヤでグネグネしてるときに、コーディング書いてずっとやってた人で、すごい変わってて、独自の方向に行ってて、ただ、でもずっと最悪で教えてたんですよ、90年代ぐらいに。で、だから考え方はすごいいろんな人が影響されてて、だからアルゴリズミックアーキテクチャみたいなのもすごい早くからやってた人。で、セレラオートマとかもやってるし、でそれと同時期にマークス・ノバックもいたり、同時期でもないけどもいて、これはちょっと宇宙生命体みたいなところだけど、もちろん、この人の中で理論があるんです。トランスアーキテクチャとかいろいろ。でも細かく言うと大変だし、もう完全に僕も理解してない。まだカリフォルニアにいますけどね、サンタバーバラで。で、時々のロサンゼルスの団体に飲みに来てて見かけましたけど。で、こっちの、あとこのヘルナとかと同時期でもないけど、でもう一つのデジタル建築の次の世代っていうところで出てくるのがアリライヒームでいて、僕、この人はね、すごいエレガントなものを立ってて、ミスコムとはまた別の感じの、白いってのは抜きにしても、すごいスムースだし、滑らかだし、ザハとはもうちょっと違う感じの、ザハとは違って、流度っていうか、粒度っていうか、粒子度、パネル感なんですけど、そういうのがあったりとか、で、僕が好きなのはさっきも言ったエレガンスって合理性がうまくバランス取れてるのがエレガンスといって、みんなちょっと流れて違うけども、繰り返そうなパターンもあるじゃないですか。そのバランスっていうのが僕は好きだし、当時の建築学者これにすごい影響されて、こういう内装をすごいやった人いたし、で、PS1 も参加っていうか、案を出して呼ばれて、PS1 って呼ばれるだけなんです。公の参加できるじゃなくて、すごい、今売れてる人が、だから有名になってきてる人が呼ばれるやつなんで、だから呼ばれて、4人か、何人か10人か忘れましたけど、で、提出するんですけども、その時出してて、勝たなかったですけど、これ、かっこいいなと思ってしまって、作ったら多分、お金かかって、これ通りには作れないんだけど。で、これね、CG に見えるけど、これ実作なんですよ。しかも、原宿にある歯医者なんですよ、日本の。これ、僕行ったことないけど、すごい、歯の治療しに行きたいなと思ってるんだけど、いや、これなんかね、ちゃんと見てないけど、話もちょっとクレイジーっぽくて、歯医者、院長さんが新しいところをオープンするときに、建築好きで、建築雑誌を買い漁って、すごいかっこいいこれって本を見て、とか実作が全くないこの人に、いきなり連絡してやってもらったみたいなやつで、絶対施工大変だったはずだと思うんだけど、わかんないですけど。大変ですよね。でも、すごいなと思って見てるんですけど、これが立ってるんですか？そう。日本で。すごい。これすごいと思う。で、あと、この人と同じ同時代に、エヴァン・ダグリスって、このビデオ教えてた人かなは、もうちょっと装飾的なものを作っていて、オーナメントというか。そう、オーナメントのデジタルオーナメントみたいなところでやってて、
で、まあ結構、作り方もね、バキュームフォーミングとかいろいろ使ってやってて、デジタルファブリケーションの一歩手前というか、まあデジタルファブリケーションの始まりみたいなところ。で、これ真っ赤なやつね、お寿司屋さんのね、壁なんですよ。ちょっと、これでお寿司食えるかなってちょっと、いや、不安なんだけど、迷いましたけど。ニューヨークのお寿司屋さんの壁。まあこういうのがあったりとかするんです。あとね、あとね、壁だけこれでね、これなんか彫刻みたいに壁にあるだけで、あとは普通なんですけど、あと小ネタとして、グレッグ・リーンの教え子に映画監督がいるんですよ。デジタルにはまりすぎて、そのままデジタルとかマヤにとかはまりすぎて、そのまま映像にしちゃった人、前で。その人が、トロン・レガシーの。そうなんですか。これ、この人グレッグ・リーン。建物はね、全然グレッグっぽくないんですよ。ちょっと、もうちょっと普通っていうか、コンベンショナルなサイファイで。でもこの人次に新しいトップガンやるでしょ。トップガンマーヴェリック、この人監督なんで、トム・クルーズと、これでもトム・クルーズでしたけども、ちょっとね、だから次のはね、次の多分映画、トム・クルーズがちょっと SF になるとこあると思うんだけど、まあでも、期待みたいな。まあこれ小ネタで。で、ただ、その同時期に、まあ1個カバーしとかな、あと2分です。あと2分でカバーしなきゃいけないかなと思うのが、まあオーシャンって先ほど言いましたけども、こっち AA で、まあ、全体的に話をするとね、イギリス・ロンドン系で強いんですよ、この建築技術界。さっき言ってたオブジェクト側と、反対側。の反対側ですね。反対側。でね、ちなみによくグラマーマンが仮想敵として挙げるのが、パトリック・シューマッハのパラメトリズムなんですけど、二人仲いいんですけど、仲いいっていうか、良き、仲いいっていうか、よく話すんです。でもお互いに理論を批判しちゃうみたいな、だから別に本当に敵じゃないんだけど、ただ、よく話に出てくる。で、だからこっち側がでこの人が AA、アーキテクチャーアソシエーションの DRL って大学院、デザインリサーチラボラトリーを設立した人だし、で、そこで優秀な人って、みんなザハに行くんですよ。で、ザハに行って独立するんですよ。で、その人たちは今結構時代をみんな切り開いてるっていうね。ホセ・サンチェスなんかもそうだし、ホセはザハ行ってないけど、他にもジルとかね、いるんで、そういう話はまた、今度。で、そっちの AA、その時の AA にやっぱすごい教えてて影響力があったのがオーシャンっていうまたユニット系で、今それぞれバラバラに活動してる感じですけども、でもう一個あと、これも来週か2週間後だけど、今ロボット建築って一番すごいっていうか、すごいの一個、アキン・メンゲスもそこから出てる人だし、で、ちょぴっとだけね、2回目の時に話が進まないので、ちょぴっともう次の世代をさらっと言いますけども、もう次の世代っていうのはね、ここら辺っていうのはソフトウェアを使ったりとか、できる学生を使ったりして、そういう携帯なりデザインを書いてた人たち。で、その次の世代っていうのはね、コードを書く人たちなんですよ。もう自分で書いちゃうし、デジタルファブリケで作っちゃうしっていうのが、マットシステムが、その当時でこの人も AA 出てて、今、アメリカで教えてますけども、テキサスかな、どっか。で、だし、で、だからローランド・スヌークさんってもうゴリゴリに書く人、プロセッシングだったり、ソーム書く人だし、で、セシールはね、だから、セシール・バーモンドは U ペンでノンリニア、システムオーガニゼーションっていう、研究施設というか、デザイン講座わかんないけど、作って、そこでジニー・セイバンって人が出てきても、この人もすごいんですけど、いろいろ、この人は PS1 買ってて、すごいいろいろ作ってるし、で、こっちはもうその前に、で、この時代にそのゴリゴリ作る人がね、展覧会やってるんですよ。これ、スクリプトバイパーパス。これすっごい小さい展覧会で全然資料ないんですが、ブログだけ残ってて、展覧会会場とか全くないんだけど、で、ただフィラデルフィアでやったらしくて、で、それ、キュレートしたのがベリー・メディの人。この人もゴリゴリ書く。この人はフランスワロ州の手伝いとか一緒にコロンビアをしてたりとかして、で、今はもうなんかこういうグネグネインスタレーションの鬼というか、権限みたいになってますけども、だから初期、しかもやってる最中で、やっぱすごい、この頃の人たちね、若くてゴリゴリ書いて、しかもみんなブログに書くんですよ。何やったで、サンプルコードとか考えて、それを建築学生が学んでみたいなのがすごいサイクルがあって、で、ここに参加してたのが、この、アランダーシとか、これポリゴン系の人とか、で、この人はキュレーションして自分を出してたりとかして、で、フランスロシエとかアージーも入ってるんだけど、あと国家人も出してるし、この紫のラインです。紫のラインで、こっちにね、この次がデジタルファブリケーション系の人なんだけど、で、アクセル・キリアンで、ここは MIT 系の人なんだけど、アクセル・キリアンは、ニューガーデンシート、こっちはMIT のね、ゴリゴリの、なんか、ファブラボの始めた人ですね。
で、この人ってもうすごいいろんな重要なことをしてるんだけど、もちろんその建築界でとても偉い人だし、で、ジョン・マイダーも、アレゴリ、プログラミングでデザインをするのを始めた人はこの人だと僕思ってるし、僕、この人が日本にいた時の研究所で働いてたんで、だからケイシとかもそこら辺でつながりがあったんですけど、で、ケイシからと、なんかプロセスがやった頃にアクセル・キリアンって MIT の建築の方にいて、この人の授業を取って、だから 3D プリントとか使って、もう、なんだろう、なんか椅子作りたいって言っても、その時の手法が何もないんですよ。だから、もうプログラムも何も全部自分で一から作っちゃったとかしてる人で、最近はインタラクティブアーキテクチャ集中してるし、あとこれすごい重要な教科書、アーキテクチャ授業緑の、共著者でもあったりとかして、あとハーバードで、この人は次回に重要になるというか、これは次回また話しますし、あとこっちはハーバード系、MIT 出た人で、この人ね、すごい知名度ないんですけども、ライオンスクリプトすごい作って公開してて、すごい当時の学生が役に立ったっていうのがあったりとか、こちらの人も、ロンドンの AKT 建築事務所、梶島さんはハーバードで知られてますけども、この2人っていうのは結構出てきて、だからこの人たちゴリゴリ作るもんだから、その後も、グラスホッパーのアドオンとか作ったりするわけなんですよ。だからプログラマーであり、そういうデザイナーでありっていうのが出てきたのが、この辺。というのがあって、で、次回はそのデジタルで、この後にデジタルファブリケーションでもう自分で、インスタレーションとか場所まで作っていっちゃうような建築が出てくるんで、そこから次回は話そうかなと思います。で、こんくらいにしとかないと、一個だけ忘れたけど、この人、二人。この人ね、フィリップ・モレルとかは、ノンスターダンドアーキテクチャ展の会場設計をした人。フランス系なんですよ。で、バイオシングは、バートレットで教えてすごい影響力がある人。この人たちもこっち出してるんですね。そこら辺が。っていうんで、ここまで話して、左の方のなんとなく話したんで、次回は右の方、まだこれで資料できないですけど、右の方はそんなのかなと思うんですが、右の方だからオブジェクト系の話ももちろんあるんだけど、右の方ってだから最先端技術の話もあってきて、最先端技術っていうか、だからロボット建築と AI 建築っていうの方に話を持ってったりとか、だから、ホセ・サンチェスの話もできる、社会系の話もできるし、僕の中では結構今最先端の人だな、コンピューテーション系と思ってるのはジル・レッツィン。で、この人の話も次回です。はい。ありがとうございました。ものすごいスピードで駆け抜いていただいて。時間も駆け抜かないといけない。はい。なかなか現代建築のさらにコンピューテーションデザインとかデジタル系の建築とか作品をこうやって、一つ見えるようにした資料ってなかなかないと思いますし、もう私もこれが終わった後も改めてこれをじっくり見たいと思うんですが、大きい話だったのは、その科学の方に行くのと、オブジェクトの方に行くという2つの軸があるということで、次回はちょっとその、先端のですね、ロボット建築の話とか、ちょっとその科学を諦めてない人というか、科学をもっと突き抜いていこうとした人をご紹介いただけるという形です、ね。喧嘩はしてないですけどね、みんな。みんななんかいいとこは取り込んでる人もいれば、喧嘩っていうか、あっちに離れてる人もいればっていう。っていうんで、でも、みんな結構楽しくやってますよ。両側ね。オブジェクト系の人たちも楽しくやってるし、技術系の人たちも楽しくやってるんで、だから面白いです。すごい面白い人たちをまた紹介できると思います。はい。それではちょっと時間が来ましたので、次回また2週間後の12月の16日の夜9時、木曜日から第2回、また杉原先生にご解説いただきます。はい、次回はですね、ライブ配信は一般で見れるけど、アーカイブ配信は学会会員のみになっちゃうでしたっけ？そうですね。この今のミロの資料は、資料はね、ずっと置いときました。僕、後半の資料、これ、今、リンク貼ってるのはこのまま作り続けるんで。皆さん見れて、2回目以降は学会員の方。でも、生配信は全員見れる。全員見れます、確か。アーカイブになると、学会員の方がご覧いただけるという形で。でも資料は見れます。ということで。ぜひ皆さん、この資料をじっくり見ていただいて。ではまたね、はい。2週間後に、はい、またよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。